んにちは。今祝日です。パリのオペラのあたりに来てます。オペラのあたりは日本人タウンとも呼ばれていて、日本食がいっぱいあります。で、今回の Vlog はパリで巡る日本ツアーと題してやっぱね、どんなに街並みとか人とか文化とかパリいいな、素敵だなと思ってもね、どうしても舌だけは永遠に日本推しなんだよねということで、私は結構定期的に日本のものを摂取しています。でだからどんなものがパリで日本のものがたくさんあるのかっていうのをご紹介したいなと思っています。で、今から行くのは、オペラにあるパリのパン屋さんで、ちょっとイートインができるスペースがあるので、そこでちょっと軽食でも食べながら本を読もうかなと思ってます。純駆堂を見つけました。ちょっと本を見たかったので寄ろうと思います。札幌ラーメン、私の地元ここは外国のラーメンっていう感じだった印象、一度来たことあるんですよ。で、ここが人気のアキブランジェリーで、この餃子歩兵来たことあるんですけど、お手頃だしとっても美味しかったです。ランチで以前来ました。最近はここの辺り韓国料理屋さんもいっぱいある。で、このアキブランジュリーはラーメンじゃない、メロンパンとか売ってます。ついでに行ったことあるお店紹介しよう、この列に。ここはよく結構並んでる人が多いなにわ屋さん。一度来たことがあるんですけど、美味しかったです。このなにわ屋さんの横にある来来店、ジャパニーズ中華みたいな感じかな。ここも美味しかった。2回ぐらい来たのかな。こんな感じ。私は以前多分動画にあるんですけど、ラーメンと餃子をいただいた気がします。美味しかったです。急須とか湯飲み売ってた。抹茶セットも。お目当てのカフェに着きました。秋カフェ。混んでるのかな。
フに来ました。ブックオフはパリ市内何店舗かあります。ちょっと探してるものを引き続き探します。今すごいことが起きて、さっきの日本のカフェからもう一軒違うカフェで仕事しに行こうかなと思って歩いてたところ、友達に遭遇しました。で、彼女はなんと今日ね、語学学校が一緒の友達なんだけど、今日その自分の国に帰っちゃうっていう話があって、本当は一昨日みんなで一緒にこうなんかパーティーしようって話だったんだけど、なんか体調崩したりで来れなくなって中止になっちゃって、で、もうなんかちゃんとバイバイも言わずにお別れしちゃったなと思ってたら、なんと彼女に会って、で、なんかそのことはなんかそういうのが何回かあって、今までもなんかすごい運命みたいなまだパリに住んで2年目とかだけど、なんか街で偶然誰かに会って、で今一緒にお茶してたんだけど、そういうのがあるって、なんかすごくなんだろう、胸がこうキュンとする経験でした。すごく最後にちゃんと会えてよかった。こんにちは。今学校帰り、クライアントさんとランチに行くことになったので、やっております。今日はなんか日本食に連れてってくださるそうで、すごい楽しみ。最近あげた食事 Vlog とかで、私が常に日本食を食べていることがお分かりだと思うんですが、どんなに食べても飽きない多分映像的にはフレンチとかの映像もあった方が多分楽しいと思うので、いつかフレンチ料理も撮ろうと思います。トントンラーメンに来ました。今日の天気的にちょっと塩なんだよね。今日の天気塩分暑いとさ汗出るから、塩分補給しておかないとみたいな。天気によって変わるらしいですよ。久々ラーメン。ね美味しそう。いいよ。
バレてる。いらんことしがち。使うね。使って。皆さんこんにちは。今日もまたパリの日本といえばのオペラに来ています。で今日はオペラ地区にあるキヨコっていうもうみんな知ってるパリの日本の食材屋さん、スーパーマーケット、グローサリーストアに、ちょっと買いたいものがあって今向かっている途中です。今日のパリは30度ぐらいありますね。ここからはアフレコで動画を撮っていきたいと思います。このキヨコはパリ在住の日本人で知らない人はいないと言っても過言ではないぐらい有名な日本食スーパーになっています。でご覧の通り本当に日本のスーパーで売られているようなものがこのキヨコでは手に入るという感じです。でどんなお茶が売られているのか少し偵察というか知りたくてこの日はキヨコに行きました。その他いくつか調味料なども探していたのがあったので、キヨコに買いに来ました。こんな感じで、パリでは日本のお米が手に入ります。少し割高ではあると思うんですけど美味しくいただけるお米です。でその他モノプリとかには売ってないようなアジアの野菜もキヨコにはたくさんあります。ニラとかこのチンゲン菜はオーシャンでも最近買えますね。キノコ類はモノプリで最近比較的取り扱いが多いなという印象ですがキヨコにもあります。でここが冷凍ゾーンでパリでは、納豆が冷凍で売られています。次にお目当ての調味料を少し見に行きたいんですが、調味料はこんな感じで本当に色とりどり様々あります。私がよく、買うのは万能だし、めんつゆみたいなものだったりとか、あと料理酒とかはこういうアジア系キヨコとかのスーパーで買っています。キヨコは2階もありまして、2階には冷蔵じゃないもの、調味料だったりふりかけとかそういうものが売られています。こういう乾燥ネギを以前の一時帰国の時に買おうと思っていたのをすっかり忘れてしまって今回買いたいなとも思ったんですけど、やっぱり5ユーロってなると少し慎重にならざるを得ないなという感じです。ただ売られてるだけ本当にありがたいっていう感じですね。ここはふりかけゾーンです。日本から持ってきた塩昆布がもうなくなってしまったので欲しいなとも思ったんですけど、3ユーロだったので少し考えることにしました。今回の Vlog を通して皆さんお分かりの通りパリは本当に手に入らないもの、食べれないものはないんじゃないかっていうぐらい日本のものにあふれているので、これからフランスにパリですね、パリに来られる方は何か忘れても問題ないと思います。こうやって食器だったりとかも不自由なく買うことができます。ちょっと調味料を買いたかったんですけど機械が故障してクレカを現金のみということで早々に退散しました。お家に帰る前にちょっとせっかくなので抹茶を飲んで帰ろうと思います。パリで美味しい抹茶を見つけられてなくて今いろいろ美味しいと言われるところを試しているところなんですが、今から行くところはさっき言ったオペラから今自転車で5分ぐらい漕いでサンラザールに移動してきました。でサンラザール駅
徒歩3分ぐらいにあるみやび抹茶という日本人の方がやれてる抹茶屋さんを美味しいっていう風に、フランス人から聞いたので、はい、ちょっと初めて行ってみます。Je vais prendre un ice matcha latte, s'il vous plaît. Okay. It's like the safe and やっぱ京都とか、日本行った時に抹茶のお店で飲む抹茶とはやっぱりちょっと違うかな。でも何が違うかって言われたら分かんないな。